さんこんにちは、ゆりこです。今ね、私は由比ヶ浜海岸の前でポッドキャストを撮っています。っていうのも、いつもね夜のね自分の家で撮影してたんですけど、ちょっとね自分的にも飽きてきちゃったのと、せっかくねこんなに天気がいいので、皆さんにもねこの鎌倉の美しい様子をねお届けしたいなと思って、ちょっと普段とね雰囲気を変えて今動画を撮っています。多分ね、モンチさんがお家にいるので、お家でのね撮影もしていくんですけど、時々こうやって外でね撮影していきたいなと思っています。で、今日のポッドキャストのテーマに移るんですけど、今日のテーマは、ナンパの日本史、江戸の恋文から、マッチングアプリまでっていうテーマでお送りしたいと思っています。そう、今回のテーマはなので、日本のナンパ文化っていうところなんですけど、ちょっとチャラい響きに聞こえるかもしれないんですけど、実はこのナンパは江戸時代から現代に至るまで日本人の恋愛アプローチの方法として時代とともに変化してきた、興味深い文化みたいですね。で、そもそもねナンパの語源って何か分かりますか？ナンパっていうのは、柔らかいに派って書くんですけど、つまりその硬派、硬いに派閥の派って書く硬派と、反対の、グループですと。で、もともとは強い思想だったりとか信念を掲げない人だったり、身なりにね気を使って、恋愛や社交に関心を持つタイプをナンパっていう風に呼んでいたみたいです。そこからね恋愛目的で人に声をかけるっていう意味が派生していったみたいです。ということでね、歴史について振り返っていきたいんですけれども、まずはね江戸時代から振り返っていきたいと思います。皆さん江戸時代ってご存知ですか？何年だったかな？多分1600年代から、260年間続いたと言われている江戸時代、ちょっと違ったらごめんなさいに、どんなねナンパ文化が発展したかっていうと、江戸時代庶民の出会いの場といえば今のようにね合コンとか、マッチングアプリではなく、実は寺社とかお祭りでした。そうだから鎌倉とかはね本当に寺社が多いので、めちゃくちゃ出会いの場が多かったのかなって思っています。今で言うとね寺社婚的な感覚、合コンじゃなくて寺社婚的な感覚なのかなと思うんですけど、当時はもっと日常に根ざしていたとのことです。で、恋愛のねアプローチ方法は今みたいにスマートフォンがあったわけではなく、 LINE とかもね当然 あるわけじゃないので、恋文が用いられていました。なのでもし気になる相手がいたら、男性はね直接話しかけるのではなくて、女性の着物の袖ですね、たもとって言われるところに、そっと手紙を入れて後で読んでくださいと一言だけ伝えたそうです。で、女性はね今と違ってデートとかね、そういう文化がないので、文字の美しさだったりとか、その内容、そしてね渡し方っていうところにから、相手の教養とかね誠意を、読み取っていたと言われています。ただしちょっとこれはね驚きだったんですけれども、中には、私立練りというふうに呼ばれる、今だとね完全にアウト、セクハラとかね犯罪行為とか迷惑行為とか、多分結構やばい感じだと思うんですけど、そういったアプローチも、あったようです。つまり気に入った女性のお尻をつねるというもので、当時はねそれが積極的なねアピールとみなされるケースもあったみたいです。もちろん今ならね即通報で警察にね連れて行かれてしまうので、絶対に皆さんはしないようにしてください。江戸時代の次は明治時代、そしてねその次大正時代って呼ばれる時代が始まっていくんですけど、なんとね明治大正時代に入ると、今度は桜の下で待つ恋が始まっていきます。はい。文明開化って言われる、いわゆるその西洋のね価値観、ドイツとか、イギリスとか、そういった国の価値観が、日本にそれまで武士の時代で、日本は鎖国してたと思うんですけど、それがね一気にこう流れ込んできた、明治とか大正時代ですね。
とはいえこうね、やっぱその西洋の文化が流れてきたとしても、まだまだ恋愛には、まだまだね、恋愛において女性は、受け身な、姿勢が、主流でしたと。男性は依然としてね、恋文を使って思いを伝えていたんですが、新たなね、ナンパスポットとして人気を集めたのが桜の木の下です。めっちゃおもろい女性たちはね、お弁当を作り、桜の木の下に集まり、男性からの声をかけを待つ、まるで恋愛版の、花見のね、場所取り的な感じで、結構ね、ロマンチックかなって思います。そう、女性はお弁当を作って誰か私に声かけないかなって思いながら、なんか多分桜の下でね待ってるし、男性も男性で、恋文をね持って行ってそう愛をね伝えたのかなって思います。ちなみにこの頃は、おしゃれとかナンパっていう意味をね表す言葉が新しくできて、ハイカラっていう風な単語が出てきます。そして逆にね、ソや硬派っていう意味を持つ、バンカラっていう言葉も出てきました。ナンパ的なね存在はなのでハイカラっていう風にされていたようです。でね、その後、明治大正って終わって、時代は昭和に、変わっていくんですけど、昭和時代はやっぱねストレートが一番かっこいいんじゃないかって、こうもろね、その海外みたいなね文化の影響を受けて、人々の考え方が変わっていきます。そうで、昭和に入ると、特に戦後は、今までのお見合いでの結婚よりも割とねこう自由恋愛っていうのが増えて、アプローチの仕方もどんどん大胆になっていきます。特にそのバブルって言われる、リーマンショックが起こるちょっと前ぐらいの、日本ってかなりね景気が30年前すごい良かったんですけど、その頃は、男性からのね声かけは直球勝負だったみたいです。で、彼女をお茶しないっていうね軽い誘いが、定番になっていたみたいです。一見こうねチャラそうに見えるんですけど、当時はねそれがこう男らしさ的な感じとされてて、女性も明るく、それに応じるケースが多かったそうです。この時代はかなりその男性らしさ、女性らしさっていうところがね、強く求められてね、ナンパもある意味で文化として結構受け入れられてきた側面があるようです。面白い。そう本当にこうバブルっていうと、自分の両親がちょうどこう恋愛してたような時期なんですけど、結構ねその頃の今の50歳とか60歳ぐらいの人、結構なんか遊んで楽しそうだった印象はありますね、その時の動画とかを見ると。時代は平成、そして令和へというところで、30年間日本の経済は停滞しているのと、やっぱりね日本も少しずつ価値観の多様化、結婚することだけが全てじゃないよねみたいな、ところが増えてきて、あとはねやっぱりソーシャルメディアが、出てきたりとか、マッチングアプリが出てきたりとか、かなりねその今までとねこう出会うっていうことが変わってきたのかなって思うんですけど、やっぱねナンパはこう直接声をかけるスタイルから、オンラインでね出会うスタイルに変わっていきます。いわゆるその草食男子とか絶食男子って呼ばれる恋愛やねアプローチに消極的な男性も増え、逆にね積極的な女性も現れてきました。そしてねやっぱお一人様っていうね、私みたいなんですけどお一人様っていう価値観も浸透してきて、無理にね恋愛しなくていいよねみたいな空気感も今広がってるのかなって思います。やっぱね今は本当に路上で、ナンパをする人っていうのはごく一部だと思います。むしろねやっぱ怖いとかね危険とか、ちょっと時代錯誤的なね、ちょっとネガティブなね印象を持たれることが多いです。はい、私もね実際思い返してみると、ナンパされたことって何回あるかなと思ったら、多分人生で2回ぐらいかなって思います。1回目はねその鎌倉のこの辺適当に歩いてたら、知らない外国人の人に声かけられて、なんか連絡先をもらったことがあります。でもやっぱりちょっと怖いよね、いきなりそんな、連絡先もらっても怖いなって思います。
もう一個は多分バーだったと思うんですけど、なんかねバーとかだったら確かになんか自然な感じはあるけど、道端で勝手にそんなね、それこそ恋文みたいなのを渡されたらちょっと怖いなって今の自分の感覚では思っちゃうかもしれないですね。なので皆さんも日本でナンパはあんましない方がいいかもしれないですね。はい、ということでナンパはね本当にこう時代を映す鏡なんじゃないかなって思うぐらいこう変遷して変わっていったんですけれども、そうナンパとね聞くと結構軽いね軽薄な印象を持つ人もいるかなと思うんですけど、そのねあり方っていうのは時代の恋愛観とか価値観をね映す鏡みたいな感じだったかなって思います。そう江戸時代の恋文、昭和のねストレートな誘い、そして今のアプリ文化っていうところで私たちがねどんな風にこう好意をね伝えてつながろうとしてきたっていうところで、ナンパの変遷にはね日本人の恋愛のね歴史っていうのが詰まってるのかなって思います。ということで今日もね動画を最後までご視聴してくださってありがとうございました。今ねめちゃくちゃ眩しいです。でもね今8時ぐらいなんですけど、こうやってね外でねポッドキャストするのも結構気分転換になるし、見ている皆さんももしかしたらねこの鎌倉の綺麗な雰囲気が伝わったらいいなと思っています。ということで、今日のポッドキャストはこれで終わりにしたいと思いますが、ぜひね皆さんの中で知りたいトピックとかがあったらぜひ教えてください。ナンパに関する皆さんの意見でも構いません。それではね次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。